にちは。大工のシャインです。今回はこの床の断熱ですね。基礎断熱と床断熱、そしてこの床下の合板までやっていきます。今回は床の下地までやっていくんですけどね、その前にまず基礎断熱。この建物は基礎断熱と床断熱と両方になってます。というのはお風呂と脱衣場ですね。そのスペースは基礎断熱、基礎立ち上がりも下のベース部分もねスタイロで巻きます。床断熱はもちろん大引きに入るんですけどね、まずはこの基礎断熱からやっていきます。基礎断熱部分のスタイロを貼っていきます。サブ6番でもらってますからね、カットして貼っていくんですけども、来週からこの600ベース部分にも貼っていきます。スタイロを貼るのはコーキングで貼っていきます。コーキングってね便利なもんですよね。雨漏りにもコーキング、鉄板をひっつけるのにもコーキング、こういうスタイロをひっつけるにもこのコーキング、もうボンド代わりになりますね。もちろんコーキングにはボンドって書いてありますよね。ですからシリコンボンドと一緒ですよね。床を貼るんでもシリコンボンドありますよね。それと同じもうボンドの一種ですね。でも床専用のシリコンボンドよりは接着力が少し落ちるように思いますけどね。スタイロが厚いんでね、なかなかねコーナー部分がピシッといかないんで、とにかくコーナー部分にはウレタンを打ってやります。もちろん上刃の基礎の出てる部分にもウレタンをきちっと打ってあります。コンクリが少しでも出てるとね熱伝わりますから、ウレタンって便利のいいもんですね。これで基礎断熱部分の断熱工事は OK ですね。そして後日ですけど配管工事もやってもらいました。今度は床断熱部分をやっていきます。まずは大引きと三尺のこのつなぎの接点をスカッと高さを揃えていきます。今回は三尺で90角が入ってるんですけども、この敷地があり落としになってます。普通この部分はあり落としはしないんですけど、今回はちょっと手違いでね敷地がありになってきました。そのおかげで違いますね。ありの場合ですとね高さがきちっといってます。ほぼなぶることなかったですね。高さバッチリでしたね。それではこの大引きをまっすぐに固定していきます。レーザーを飛ばしてね一箇所一箇所見てもいいんですけどね、自分はこのどうしてもねアナログやって言われるとそれまでなんですけど、糸が好きですね。宙を飛んでるレーザーの光よりもね目で見える確認できる糸がいいですよね。そして同じパッキンを当てるんですけどね、ちょっと荒れた時に糸一本高いな、糸一本低いなとかいう加減というかね調整がなんとなくしやすいですね。今の若い人は全部レーザーで行くんでしょうけどね。プラス化の基礎との接点はねウレタンボンドを塗っておきます。これがね離れるほど動くようになったらもう正直家なかなか建てないでしょうけどね、このボンドの塗り方もプラス化が縮んでる状態でね少し塗ってプラス化を伸ばします。そうするとこのはみ出てねよりひっつくってよく言われるんですけども、こういう風に後付けで塗ってもねこれさあ取れたら取れないんですよね。そして基礎の水抜きの穴もねきちっとコーキングで蓋しておきます。外側は茶管さんでねコンクリ詰めてもらいます。
今度は断熱材をなぶってきます。その前にね、断熱材を受ける金物ですね、内乗りにきちっと入ります。でも硬いのを勝ち込むわけではないんですよね。根太の場合ですとね、キチキチの断熱材を入れると根太がしわった時にね、音がするんですよね。今回の場合は大引きつなぎが太いですからしわむちことはないんですよね。ですからまあ音はしないと思うんですけども、むちゃくちゃに硬いのは入れない、そこそこひっついてないとねダメですけども、ほんで少し甘いやつのために受けですよね。簡単な金物ですけども、それを取り付けて断熱材を上に乗せるっていう形になってるんですよね。ですからこの金物をつけて断熱材は入れてきます。そして断熱材と大引きとつなぎ、この部分に気密テープを貼ります。これは結構重要ですよね。これを貼っておかないとね、この上にステッチですね、合板を貼った時にその合板の切りかきが過ぎてから床下の空気が上がってきてしまいます。これで床の断熱材、そして気密もできたんでね、合板を貼ってきます。行動用合板は 24mm ですね。大体がこの頃 24mm ですね。28mm もありますけどね、建物のこの隅に置いてあったんですけどね、どちらの方向が上になってるか、それによってね大変なことになるんですけども、今回はね置いてある反対から上になってました。これも本当に一つの儲けですよね。反対やったらもう全部どけてね、下の板から貼るようなことがあるんでね、よかったです。24mm ですけどね、結構重いんですよね。そして足元がね怖いんです。間踏んだらもうスタイルいっぺんに抜けますからね。抜けるだけでなくて足絶対に向ずね向いてしまいますからね。これを配置するのはちょっと至難の技ですよね。貼るようになればね、もう下向いてバンバン釘打つだけですからね、楽なんですけども、次は75の釘を打ちます。これ本当にこの75もいるかなっていつも思うんですけどね、どっちもんですよね。そして最後にね、和室部分の床もやってきます。することは同じなんですけども、高さが畳の分だけ低いってことなんですよね。畳は普通の55の畳を入れます。ですからかなり家全体の床よりは下がります。もちろん最初にね、大引きつなぎもプレカットで下げてもらってあります。でもこの和室のぐるみだけね、ねだら歩きをぐるっと一回回ってやらないと断熱材も入りませんし、合板が貼れないってことでね、そして同じように断熱材を入れてきます。この頃の建物はね、
大体はこの 24mm の合板の捨て張り工法ですよね。捨て張り工法でも従来の根太の上に捨て張りをする、その場合は合板は薄くなりますけども、根本的に違うのは根太を打った時よりも床全体のたわみが少なくて床なりがしないってことですよね。そして一番の違いは構造の水平トラスが取れるってことですよね。火打ちよりもと水平に強くなった、水平のゆえがもうなくなったってことですよね。だからこの工法が広まったんでしょうね。それと2階小屋裏とこの工法でした場合は足場が一気に建前の時にできてくる、これも魅力の一つですよね。これで床断熱、そしてこの下張りの合板まで貼りました。ここまでするとね、足元も良くなりますし、これで中の動作もやっていきます。以上、大悟翔也でした。